エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はダイソーのイラストマーカーの新色第4弾をレビューします。今回の新色はなんとペン先が筆タイプに変わりました。筆タイプはイラストが描きやすいので嬉しいです。新色は2本セットが13袋で計26色になります。パッケージの上に書いている番号で言うと82から94番が新色です。ですが94番がブラックとクリアブレンダーで前からある色なので、新しい色は計24色になります。この新色と前からの色を合わせるとなんと全部で84色になります。私は第1弾の頃から買い集めてきたので、ついにここまで来たのか、もうすぐ100色だなという気持ちです。そして何より今回はペン先の形がイラストが描きやすい筆タイプに変わっているので、以前のマーカーと比べてイラストが描きやすくなっているのか、同じ筆タイプのセリアやキャンドゥのマーカーとも比較しながら詳しくレビューしたいと思います。それでは行ってみましょう。まず見た目ですが、デザインが一番最初のものに戻っています。前回の第3弾はキャップ全体に色がついて印字が銀色になっていたのですが、今回はまた全身黒のデザインに戻っています。第3弾のペンはキャップが開けやすく改善されていたのですが、この黒いデザインは開けやすかったり開けにくかったり品質にばらつきがあるので少し残念です。ただ初期のデザインは筆ブラシの方にグレーの印がついていて、ペン先の形を見分けやすいので蓋の開けにくさを除けば使いやすいと思います。そしてペン先が細字から筆タイプに変わりました。前までは片方に太字、もう片方に細字がついていましたが、今回は太字と筆になっています。筆ブラシの特徴は筆圧の強さで線の太さを調整できるところです。細字だとこんな感じで均一な線しか描けませんが、筆の場合はシュッと描いたら少し線に濃淡や強弱がつくようになっています。筆は髪の毛などが塗りやすいので、イラストを描く人には嬉しいリニューアルかもしれません。ちなみにセリアのマーカーも同じ太字と筆の組み合わせなので、新しいダイソーのマーカーと書き心地を比較してみたいと思います。太字はこんな感じで、筆は見た目は全く同じような気がします。次は実際に書き比べてみます。線をシュッと払ったりくるくる書いてみましたが、書き心地もほぼ一緒です。というか筆先の大きさや質感がほぼ同じなので、もしかすると同じパーツを使っているかもしれないです。キャンドゥのマーカーでも同じような線を描いてみましたが、こちらも他とあまり違いはなさそうです。よく見るとペンを払った時のかすれ具合が他よりやや綺麗かなと思いますが、誤差の範囲だと思います。ただキャンドゥのマーカーは筆がダイソーやセリアよりも太めでしっかりしているので、他よりも耐久性は高そうです。上からダイソー、セリア、キャンドゥの順番でそれぞれ書き比べてみましたが、100均のマーカーはシュッと書いた線の終わりの部分がガサガサになりやすい気がします。ちなみにコピックは価格が高い分筆の作りがしっかりしていて、線の終わりの部分も綺麗に書けるので、安さよりも書き心地を重視したい人はコピックの筆タイプの方がいいかもしれません。それでは実際にダイソーの新色で塗ってみたいと思います。いつも通りパソコンで作った色見本表をコピー用紙に印刷してざっと塗ってみました。肌に使えそうな色や紫系の色が増えていて、薄い色も可愛いのが多くていい感じです。次はイラストを描きながらダイソーマーカーの気になるところを話していきます。まず筆の耐久性ですが、筆のサイズが小さくてスカスカな印象であまり丈夫ではなさそうです。あとこれはセリアのマーカーにも言えるのですが、筆先が小さくて線の強弱がつけにくいので、筆タイプの長所が半減している気がします。一応書けなくはないのですが、筆の書き心地を少しでも良くしたい人はネット通販で売られているお風風マーカーやコピックの方がブラシのサイズが大きくて丈夫なので塗りやすいと思います。ダイソーやセリアの筆はチャッと線を引いた時の線のコントロールがコピックと比べると少し難しいです。あと100均の
商品はたまに不良品が混じっているので、買ってすぐに中身を確認して、不良品だったら購入した店舗で交換するようにしてください。私が買ったものにも指紋や汚れがついているものが1本混じっていて、しかもインクが漏れて固まっていたのでちょっと残念でした。あと全84色の色見本を塗ってみて気がついたのですが、新色に前からある色と似た色が結構入っていました。例えばライラックとパープル、ターコイズブルーとライトターコイズ、レッドブラウンとウッドブラウンなど色がそっくりなので、新色欲しいけど似た色は欲しくないって人はご注意ください。新色でおすすめの色は82番のニューベージュ、ライトベージュ。ニューベージュはベースの肌色に使ったり、ライトベージュは肌の赤みがあるところに使うと良さそうです。83番のエアリーピンク、ピンクオークル、頬など肌の赤みとかに使えそうです。89番のナチュラルクールグレー、ナチュラルウォームグレー、銀髪とか薄茶の髪の毛に使えそうです。個人的にはすごく薄い紫とかすごく薄い水色とか、とにかく濃い色は十分揃っているので、イラストを描くときに使いやすい薄めの色が欲しかったです。ダイソーマーカーの注意点ですが、使い終わった後にキャップを最後までしっかり閉めるように注意してください。私が以前買ったペンは蓋がちゃんと閉まっていなかったのか、何本かインクが出なくなっていました。よく使う色ではないので、多分蓋がちゃんと閉まってなくてインクが乾いてしまったのだと思います。特に第3弾のキャップ全体に色がついているタイプはキャップが開けやすい分ちゃんと閉まってないことがあります。今回の新色もキャップがすごく硬いものがあって、強めにキャップを押さえないと閉まりにくいものがあったので、蓋の閉め忘れには注意してください。ダイソーマーカーのいいところは近所のダイソーでも売っていて手に入れやすいところです。インクの補充はできませんが、インクが切れても単品で2本から買えるので、インク切れを気にせずに使えると思います。あとは何といっても安い。1本あたり55円でコピックと比べるとかなり安いので、アルコールマーカーを試してみたい初心者の人にはおすすめです。アルコールマーカーでお絵描きをするときはこのような色見本を作っておくと色が選びやすくなると思います。この動画で使用した新色24色の色見本表のデータと全84色の色見本表のデータをこの動画の説明欄でダウンロードできるようにしたので、お家にプリンターがある人はイラストを描くときに使う紙に印刷して使ってみてください。カラー印刷の設定だと色を塗ったときに印刷がにじむことがあります。白黒で印刷してください。ということで今回はダイソーイラストマーカーの新色第4弾をレビューしてみました。ペン先が筆に変わったことで今までよりもイラストが塗りやすくなっていると思います。ただ筆の質感がコピックよりもやや劣るので、私みたいにいきなりたくさん買わずにまずは1セット試しに買ってみて自分に合うかどうか確認するのをおすすめします。よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめの画材やお絵描き関連の動画を投稿しています。別の動画でセリアやキャンドゥのマーカーもレビューしていたり、イラストマーカーにおすすめの紙を紹介した動画もあるので、インクがにじんで綺麗に塗れないとお悩みの人は見てみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。